はい、こんにちは。小豆島の漁師浜優です。今日私はですね、高知県は須崎漁港に来ております。というわけで今朝のしらす漁を見ていきましょう。今回僕はですね、地球という星の日本という国の四国という場所の高知県の須崎市にやってきました。どのような漁が僕を待っているのか楽しみです。すみません、今日はよろしくお願いします。お願いします。しらす漁ですか？しらす漁です。今日取れそうですか？今日なんともですね。ちょっと2日前はちょこっとおったんですけど、はい、行ってみましょうか。お願いします。はい、さあ、現在時刻は朝の4時。早速船に乗り込んで沖に向かっていきましょう。船長の森本さんが窓を拭いて、さあいよいよ出港です。表のロープを外して友のロープも外し、船に乗り込み出港していきます。それじゃあ港を出て、まず氷を積む場所に向かっていきましょう。今回の漁は3隻の船でやります。探索船と網船2つです。船の中はこんな感じ。ここで何やら電話をしている森本さん。どうされたんですか？めちゃくちゃ沖が荒いみたいなんで、網入れができないんですよ。で、ちょっと中止になるかもしれないから。マジっすか？残念ながらまだちょっと相談段階ですけど、やばいですね、ちょっと。なんとですね、沖のうねりが激しすぎて漁ができない恐れが。果たして漁はできるのでしょうか。なんとか丘の方では操業が許されたので、早速氷を積んでいきましょう。しらす漁は鮮度が命。たくさんの氷を積んでいきます。それじゃあ沖に出港していきましょう。明るくなってきました。今回のしらす漁はですね、探索船と網船2杯でやっていきます。探索船がしらすを探して、それで網船に指示を出して、網船2杯でしらすを漕いでいきます。ちなみにしらすとはカタクチイワシの稚魚のことです。というわけで運搬船も兼ねた探索船に乗り込む森本さんがしらすを探していきます。航跡線もつけて同じところを探してみたりとかいろいろします。これがしらすの魚群探知機です。かなり少ないんですか？かなり少ないです3倍ぐらいどうやら魚群探知機に映っているしらすの量はかなり少ないようです。では場所変わりまして網船の方を見ていきましょう。こちらが網船についているネットローラーです。で、こっちがしらすが入る袋の部分ですね。僕らは文字網とかって言ってますけど、かなり目が細かいです。さあ網入れの時間がやってきました。しらすがいるところにまず網の袋の部分のフロートを入れて、で袋の部分を入れていきます。文字網の最後にしらすが入る部分ですね。じゃあ船を前進させてどんどん網を入れていきましょう。ものすごいスピードです。はい、で次は脅し網の部分がやってきました。こちらに直接魚が入ったりかかったりすることはないんですが、脅し網の部分で魚とかしらすを袋の部分に追い込んでいくという役目があります。で、赤い部分がフロートで、ちょうど浮く部分ですね。で、下側には、おそらく鉛とか重りがついてるかなと思います。はい、じゃあ網が全部出せたら最後のロープを出していきます。結構ワイヤーでやってるところが多いんですけれども、こちらではロープでやっていますね。ではもう一方の船にロープを渡していきます。網がですね、一つの船にしか積んでなくて、全部の網を出した後にロープだけもう一方の船に渡して2杯の船で漕いでいくという感じです。じゃあもう一杯の船が離れていって、こっちの船も漕いでいきます。それでは船を前進させてネットローラーの上の部分で折らえて、まず軽く漕いでいきます。その後にフロートも入れて鉛の部分も入れていきます。で、何やら木をかましてますね。これが後々どう役に立つのか後で分かります。船が前進してようやく本漕ぎです。網入れでやっぱりその漁獲量は変わってくるんで、やっぱ映ってるところですとちょっとでも早く入れていきたいな。スピードが命です。
網入れはスピードが命。やっぱシラスも生きてるんで、なるべく速いスピードで網を入れてとっとこ漕いでいきます。朝日も出てきました。さあここで先ほどの木の杭の出番です。この木の杭を抜いてあげることによって船を前進させたままこちらのロープを伸ばしていくことができます。で、なんでロープを伸ばすかっていうと、ロープが伸びると網の袋の深度が下がります。だからシラスのいる深度に合わせてロープを締めたり伸ばしたりする必要があります。これも全て探索船からの指示でやってます。このように、シラスが上の方に来たら網を巻いて、もう一回杭もかまして、同じように漕いでいきます。この状態で2時間ほど漕いて網を上げ、もう一度網を入れて2時間ほど漕いて、だいたいいつもは2番するんですが、今回1番で済ますようで3時間半ほどこの状態で漕いでいきます。常にシラスを追っかけて探して、でその深度に合わせてロープを巻いたり伸ばしたり、かなり根気のいる辛い作業です。しばらく漕いでいると森本さんが船の友で何やらゴゾゴゾしています。なんと今回取れたてのしらす丼を食べさせてくれるということで、炊飯器に発電機まで準備していただきました。で発電機のエンジンをかけて炊飯器のコードを挿します。でご飯まで準備していただきました。ありがとうございます。それでは上空からの映像を見ていきましょう。真ん中に探索船があって2杯の網船で漕いでいる様子が分かります。あそこから後ろに網が伸びて、シラスがいるポイントを漕いでいく。これを3時間半ずっと繰り返していきます。この綺麗な海で採れるシラス、さぞかし美味しいでしょう。ものすごく楽しみです。網上げの時間が近づいてきたので森本さんが何やら作業を。今日は袋付け替え方式で、いやこれは取り込み網です。この取り込み網に落として、混ざり物が多いんでめちゃくちゃ、混ざり物のけてからこの船に取り込む感じです。なるほどですね。どうやらこの地域では混ざり物といってシラス以外にいろいろ入ってしまったりするので、それを取り除くためにこの取り込み網に一度取り込みます。その後シラスを揚げるという感じですね。さあいよいよ網揚げの時です。慌ただしくなる船内。シラスを揚げる前に大事な氷も揚げていきましょう。ちょっと質問してみます。これは何の氷ですか？これはシラスを締めるための氷です。なるほど。やっぱり鮮度は、もうどんどん弱っていくんでね。足めっちゃ速いんで重たいぐらい氷効かして締めます。何度も言いますがシラスは鮮度が命。重たいぐらいの氷を入れていきます。じゃあいよいよカッパに着替えて完全に漁師スタイルの森本さん。網船の方はもう網を上げていっております。じゃあ場所変わりまして網船の方を見ていきましょう。あちらの杭はもうほどいてロープをどんどん上げていきます。ほどなく上げているとチェーンの部分がやってきました。そこにはフロートがあるのでフロートも回収します。そのタイミングぐらいでもう一杯の船が近づいてきて船と船を横につけていきます。見事な操船技術。しっかりペンドルもかまして船と船が傷まないようにしっかりとくくりつけていきます。この状態になったら探索船がやってきて1人の船員さんは探索船の方に乗り移っていきます。だから2人で網を上げるというわけですね。じゃあ探索船運搬船の方は袋の方に行ってこちら袋の部分の最初に入れたフロートですね。あれをこの剣飛び、鍵とかっていうんですけど、それで引っ掛けて上げていきます。素手で上げてますね。素晴らしいです。
この方真冬でも素手で作業されるそうで、末端冷え性の僕には考えられないですね。じゃあ船の後ろに持っていって、森本さんがロープを上げていきます。でその後ローラーに引っ掛けて、重たいシラスの袋を上げていきましょう。ほどなくしたら袋が見えてきました。果たしてシラスは入っているのでしょうか。袋が上がってきたら一旦船の表にくくりつけて、別の部分を上げていきます。チャックがついている部分ですね。こちらチャックの部分が上がってきたらチャックを外して袋を離脱させていきます。大丈夫ですよ。そしたら船の後ろに持っていき一回くくっておきます。これ白羽っすね。これ出ちゃってるんですか？ちょっとは出ます。さすがに目から抜けるんですか？目から抜けます。さすがに全部は取れないです。文字網といえどやっぱ抜けるシラスは抜けてしまうみたいです。それじゃあ袋を2人で一生懸命上げていき、で取り込み網の方に入れる必要があるので、取り込み網を一旦下げて取り込み網の中に持っていってから、取り込み網の端の部分ですね、あれを持ち上げることによって、シラスが逃げない状態を作ることができました。いよいよシラスの袋の口の部分をほどいてシラスを出していきましょう。どれほど入っているのか。で網をしゃくっているのは、シラスが網に残らないように下に落としていってます。さあシラスが出てきました。綺麗な色ですね。とっても美味しそうです。見た感じそれなりに入っているようには見受けられます。じゃあ袋取り込み網をちょっと上げて空間を狭めていきましょう。定置網でも何の漁でもこの作業は一緒ですね。混ざりもんが多いそうなんですが、素人目にはパッと見全然分かりません。それじゃあホースを突っ込んで、シラスも洗いながら、混ざりもんも取っていきます。こういう、これが混ざりのもんですか？そうです、混ざりです。これは何なんですか？これは抜けたウルメとかあれですね。あなんで色があ、そうですね、茶色いですね。そうですね。ありがとうございます。はい。その後も混ざり物を取っていきます。混ざり物が取れたらクレーンの準備をして、後ろにくくっておいた粗い目の袋を上げていきます。こっちの袋は何ですか？粗めの袋ですか？粗めで粗い品が止まるようになってます。なるほど。なんか でっかいもんが入ってる。いいですか？何やら謎の茶色いでっかい物体が入ってました。エイかと思ったんですが、実は違うんです。こちらの袋をまず開けていきましょう。タチウオにカマスに粗めというか、粗い大きなイワシが入ってますね。で何やら奥に見える謎の茶色い物体、果たして何なんでしょう。まずはタチウオを出していきましょう。いいタチウオだなと思ったんですが、よく見ると尻尾の方が昔かじられた名残なのか切れてますね。これでも生きれるんだからすごい生命力です。そしておいしそうなカマス、それからヒジヌですね、キジヌとかっていうのかな、それからノレソレも入ってました。こちらアナゴの子供ですね。高いんですか？高いです。高級です。でも粗め。めちゃくちゃ可愛いです。真ん中の白い魚じゃなくて周りの透明の物体です。出します？はい、お願いします。これはなんだこれ？なんぞや。これわからんね。入ったことないね。これは初めてですか？初めてですね。これ謎のお魚、ツイッターでみんなに聞いてみたんですが、正体はカスザメというお魚でした。じゃあいよいよ本命のシラスを揚げていきます。クレーンで釣ったタモを中に挿入して揚げていきましょう。ものすごい量です。
結構いますね。それじゃあ大きな玉ですくえるだけすくったら、残りのしらすもさらえて小さな玉で丁寧に取っていきます。多い時だったらカゴで30杯ほどは取れるそうです。今回は5杯ぐらい。30杯だったらこれに乗せれないんじゃないですか。これですか。はい。苦労する。苦労しますよね。じゃあ取れたてをぜひ。ありがとうございます。レピー。なんと取れたてのしらすを食べさせていただけることに思わずうれぴーなんてギャル言葉が出るほどうれぴかったです。取れたてのしらす、綺麗な色をしてます。果たしてお味はどんな感じでしょうか。一口食べてみると口の中に海の香り、それからプリプリとした甘い食感、とっても美味しかったです。その頃網船の方では、残った網の回収作業が残っております。袋はですねもう向こうで外しているので、あとは袋以外の部分をこちらで上げていくだけです。ロープを丁寧に巻き上げ、で破れたとこは途中でしっかりと補修していきます。で脅し網の部分が上がってきました。フロートと網の部分をすごく丁寧に巻いていきます。おそらく網入れの時にこういった細かな作業がなんだろうな、効いてくるんでしょうね、後ほど。じゃあ早速取れたてピチピチのしらすをしらす丼でいただきましょう。じゃあまずはこちらの取れたてのしらすを真水できれいに洗って塩水を落として水気も取っていきます。そしたら炊飯器を用意してご飯をついでいきましょう。しゃもじがなかったので箸で豪快に盛っていきます。じゃあいよいよこちらのしらすを豪快にご飯の上に盛り付けていきます。いや見てるだけでよだれもんですね。たくさんのしらすが盛れたら真ん中に卵黄をのせてネギを振りかけ、みょうがも振りかけて、横に生姜を添えて、そして最後にごまを振りかけたらめちゃくちゃ美味しそうな取れたてしらす丼の完成です。もう見るだけでプリプリと美味しそうです。じゃあ早速上をかき混ぜて卵黄としらすを絡ませいただきたいと思います。いただきます。いやー取れたてのなんて言うんでしょうね、体験も含めて口の中に入れた瞬間に美味しいしらすの甘み、うまみすべてが広がります。めちゃくちゃうまくて箸が止まりません口のベロの周りも止まりません。口に入れてもなんぼでも入っていくような、そんな美味しさでした。ごちそうさまです。美味しいしらす丼を味わいながら港の方に帰ってきました。でなんとのれそれも食べさせていただけることに、もう食べさせてもらってばかり。コリコリで美味しい。コリコリプリプリ、なんか変わった食感します。一回スーパーで買って食べたことはあったんですけれども、スーパーで買うよりもうすんごいコリコリプリプリとして美味しかったです。港へ到着したら、こちらの給水ポンプというのかな、吸い込むやつを、ホースを池間の中に入れていよいよ吸い込んでいきましょう。で吸い込んだ後は、こちらの機械に通してカゴに分けていきます。で機械の中から吸い上げたしらすがどんどん出てきて、こちらのまず一口目の部分から出てきた後にこの受け皿の部分に入っていく感じです。全体で見るとこんな感じ。その後カゴの方に分けて入れていきます。
全部がカゴに分けれたら競りの場所へと移していきましょう。今回はだいたい5杯ほどでしたね。こんな感じです。で、多い時だったらこんなように30杯ほど取れることがあるそうです。で、その後に競りを開始します。果たして1杯いくらになったのでしょうか。競りが終われば、船を市場から離して残りの網を片付けていきます。これは洗い作業ですね。で、私は残ったしらす丼をいただきます。何杯でもいける美味しさ、めちゃくちゃうまい。今思い出しても本当にまた食べたいね。で、森本さんたちは残りの網を片付けて終了です。港へ帰ってきました。今日はお疲れ様でした。お疲れ様です。どうでした？全然ダメでした。少なかったですか？少ないですね。けど毎日取れてもダメなんで、取りすぎも良くないんで。そうですね。少なかったですけど、それなりに良かったです。美味しいしらすありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、じゃあお疲れ様でした。いや、生しらす本当に最高でめちゃくちゃ美味しかったです。で、量もね、本当いろんなやり方があるんだなっていうんで、すごい楽しく見ることができました。皆さん本日もご視聴ありがとうございました。ぜひね、しらすも美味しく食べてみてください。それじゃあまたお会いしましょう。See you next time. バイバイ。ブリもいっぱいいますね。うわー、よう帰ってるな。こいつめっちゃいいっすね。本ガツオですね。早いですね。持ってないんですけど、買いたいなとは思ってるんですけど。次腹裂いて、はい。うわー贅沢ですね。これはいいですね。贅沢ですね。お店だったらこれだけで1万円超えちゃいますもんね。このでかさなら。このでかさ。ちなみに6000円でした。6000円でした。いい消費税。これうまそうなんいただきます。はい。2人でかぶりつき。うわ、やばい。最初にガツンとニンニクが来た後に、はい。美味しい、プリプリっていう感じよりはブリブリというか、うまい伊勢海老の身とこのニンニクマヨネーズソースがめっちゃ合います。どうですか？染みませんか？うまい。確かにすき焼き系の味ですね。はい、お待たせしました。以上でよろしいですね。はい。小豆島で欲しいです。お疲れ様でした。アオリイカの刺身食い刺しです。うますぎて忘れてた。全然違う。
うん